今日は海鮮チヂミを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、冷凍のシーフードミックスを使って海鮮チヂミを作っていきたいと思います。生地がカリカリになる方法や、あとは海鮮がプリッと仕上がる方法などもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチヂミの材料をご紹介します。材料はこちらです。ニラ、冷凍のシーフードミックス、人参、長ネギ、小エビ、卵、お水、薄力粉、片栗粉、だしの素、ごま油、こちらの材料でチヂミを作っていきます。まずシーフードミックスなんですが、こちらはお好みのものを使ってください。今回はね、イカとエビとアサリのシーフードミックスを使っていきます。そして味のポイントなんですが、今回はね、小エビを入れていきます。小エビを加えていただくと出汁が効いてとても美味しい仕上がりになります。海鮮チヂミなんですが、その他にね、ニラと人参と長ネギを加えていきます。こちらはね、お好みの具材を入れていただいても大丈夫です。それでは続いてタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酢、お砂糖、豆板醤、白ごま、こちらの材料で作っていきます。豆板醤はね、辛いのが苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。それでは早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにね、チヂミのタレから作っていきます。器にお醤油、お酢、お酢に関しましては今回ね、穀物酢を使ってます。そしてお砂糖、あとは豆板醤ですね。これをまずね、よく混ぜましょう。豆板醤がダマにならないようにきちんとね、しっかり混ぜてください。はい、 OK です。よく混ざったらここに白ごまを加えます。そしてよく混ぜます。はい、 OK です。チヂミのタレはね、これで完成です。混ぜるだけなのでね、すごく簡単に作ることができます。それでは続いてチヂミを作っていきます。まずこちらのね、冷凍のシーフードミックスを解凍していきます。解凍する時はですね、このようにボウルにお水を張って、ここにね、塩小さじ1/2ほど入れてください。そしてよく混ぜて一度塩水を作っていきます。この塩水で解凍させるんですけれども、塩水で解凍するとね、シーフードミックスがプリッとした仕上がりになります。あとね、生臭さも取れるので、塩水でね、解凍するようにしてください。このように塩が溶けたらシーフードミックスを加えましょう。そしてこのまま解凍させてください。だいたいね、30分から1時間ぐらいで解凍できると思います。続いてニラを切っていきます。ニラはね、水洗いして水分を拭き取ってください。そしたらね、根元の部分を少し切り落としてください。そしてだいたい3センチ幅ぐらいで切っていきます。ニラはこのように切っておきましょう。それでは続いて長ネギを切ります。長ネギはですね、斜めの薄切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。はい、長ネギはこれで OK です。このように切っておいてください。続いて人参です。人参はね、まず皮を剥いてください。はい、で皮を剥いたら薄切りにします。結構ね、ぐらつくので手を怪我しないように注意してください。そしたらですね、このまま細切りにしていきます。細切りにしたらですね、ちょっと長いので、だいたい2センチ幅ぐらいになるように切ってください。人参はこれで OK です。このように切っておきましょう。それではですね、シーフードミックスが解凍されたので、一度さっと水洗いして水切りします。はい、 OK です。そしたらね、ペーパーなどで水分を拭き取ってください。はい、このように拭き取ります。そしたらですね、イカがちょっと大きいので、大きい時は半分に切ってください。大きいままね、使いたい場合はそのままでも大丈夫です。ただちょっと小さめにしていただいた方がね、生地との馴染みが良くなります。あとはエビですね。エビはですね、この背わたが入ってるものもありますので、背わたがある時はこのように背中に切れ込みを入れて、そしてこの黒い部分の背わたですね、こちらを取り除いてください。これはね、臭みの原因になるので、ついてる場合は必ずね、取り除きましょう。は
はい、エビはねこのように背わたがついているものは取り除いてください。ではね生地を作っていきます。まずはじめにねボウルに卵を割り入れてください。そして溶きほぐします。溶きほぐしたらここにお水を加えてください。そしてよく混ぜます。よく混ぜたらここに片栗粉とあとは薄力粉を加えます。片栗粉をね少し多めに入れていただくと生地がねカリッとしやすくなります。そしたらよく混ぜましょう。ダマにならないようにねしっかり混ぜてください。はい、 OK です。続いてここにだしの素とあとは小エビを加えます。そしてよく混ぜましょう。小エビを入れるだけでね味わいが全然変わってくるのでぜひ入れて作ってみてください。だしの素に関しましては今回ねかつおだしを使用してます。よく混ざったらここに具材を入れていきます。まずシーフードミックスですね。続いてニラと人参と長ネギも一緒に加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。よく混ざったらですねこのまま一度冷蔵庫で30分置いてください。そうすることでシーフードミックスの旨味が生地に移ってとても美味しい仕上がりになります。ただ時間がない場合はねこのまま焼いちゃっても大丈夫です。時間がある時はね冷蔵庫で休ませてから焼いてみてください。ではここにラップをしてそして冷蔵庫で30分休ませます。ではねフライパンで焼いていきます。今回はですね24センチのフライパンを使って焼いていきます。まずはじめにここにですねごま油大さじ1/2の1ほど入れてください。そして火にかけます。火加減は中火です。このまま一度ね30秒ほど温めてください。そしてねごま油を全体に広げましょう。30秒ほど経ったらこの中にねチヂミを入れていきます。まずねこのように具材をのせてください。はい、こんな感じでねのせましょう。ちょっとね形を整えます。具材を入れたら火加減弱めの中火にします。ちょっと押さえつけてそしてポイントはですねこのようにだいたい大さじ1杯ぐらいですね少しね生地を残しておいてください。そしたら蓋をします。このまま焼き色がつくまでだいたい3分ほど焼いていきます。はい、3分経ちました。蓋を開けます。これでね一度焼き色をチェックしてください。でねいい感じに焼き色がついたら今度はねこの残しておいた生地を上に回しかけます。そうするとねこちら側もサクサクに焼くことができます。こんな感じでね全体に生地をつけてください。そしたらこちらを裏返します。よいしょ。このようにね表面がカリカリに焼けてます。裏返したら今度はねゴムベラで少し押さえつけてください。押さえつけたら周りにね残りのごま油大さじ1/2を回しかけます。そしてちょっと揺らします。全体にねごま油が浸透するように揺らしてください。もう一度軽く押さえつけてあとはですね蓋をしない状態で焼き色がつくまでだいたい2分から3分ほど焼いてください。火加減は弱めの中火です。はい、今ね2分焼きました。そしたらね焼き色をチェックしてください。これでいい感じにね焼き色がついてれば OK です。ちょっと裏返します。よいしょ。このように裏側もね表面がカリッとした仕上がりになってます。それではね切りたいと思います。切り方はお好みの切り方で OK です。裏表もねどちらが表でも大丈夫です。では切っていきます。結構熱いのでねやけどしないように注意してください。はい、これで完成です。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで海鮮チヂミの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はカリカリに仕上がってます。そして中はシーフードがたっぷり入って美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではタレにつけていただきたいと思います。いただきます。海鮮の旨味がしっかり出ててすごく美味しいです。美味しい。そしてね今回ね結構シーフードミックスをたくさん入れたのでかなりね具だくさんなチヂミになってます。タレも最高に合います。はい、ということで今
今日も美味しく仕上がりました。今回の海鮮チヂミのポイントです。まずシーフードミックスなんですが、こちらは塩水で解凍させてください。そうすることでシーフードミックスがとてもプリッとした仕上がりになります。今回はエビ、アサリ、イカ、こちらの3種類を使ってますが、これはお好みのものを使って作ってみてください。そして生地についてのポイントなんですが、片栗粉をね少し多めに加えてます。そうすることで表面がねカリッとした仕上がりになります。そして生地が出来上がったら冷蔵庫でね30分ほど休ませてみてください。そうすることで具材の旨味が出て全体的にねとても美味しい仕上がりになります。もし時間がない時はねそのまま焼いていただいても大丈夫です。この休ませる時間なんですが、短くて30分、長くてね一晩ぐらい置いていただいても大丈夫です。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まずごま油を敷いて具材を入れて、生地をね大さじ1ぐらいですね、そのぐらいちょっと残しておいてください。そして最初焼く時はですね、必ず蓋をして蒸し焼きするようにしてください。そして表面がねカリッと焼けたら、残しておいた生地を回しかけて、それから裏返すようにしてください。そうすることで片面もねカリッとした仕上がりになります。あとは片面もねいい感じに焼き色がついてカリッとするまで焼いてみてください。そして今回ねチヂミのタレもご紹介してます。このチヂミと食べるとですね、ちょうどいい味わいになってとても美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は海鮮チヂミを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。